皆さんこんにちは、犬です。今回は麺とタレ、形をつけよう。かっこよく麺の形、タレの形、皆さんは意識されているでしょうか？先日行わせていただいたライブの中で麺型の動画出してほしいですっていうコメントをいただきました。今回は僕なりのやり方になりますが、ご紹介させていただきたいと思います。自分が身につける防具、かっこいい形ができるとどうなるか、強そうって思わせることができる。鏡を見たり自分の試合の動画を見たりした時に結構かっこいいなとモチベーションが上がる。強くなってくるとかっこいい着想に意識を向けるようになるのか、かっこいい着想を意識できる人だから強くなるのか、どっちが先かは分かりませんが、知っておいて損はないことと思います。では早速行ってみましょう。今回の目次、用意するもの、麺の形、タレの形、用意するもの。今回形をつけるために使うものはこちら。太めの輪ゴムです。ドンキやホームセンターなどで購入できます。一人で全部使うわけじゃありません。たくさん入っているので仲間で分け合って買えるとお得だし、みんなでかっこよくなれます。使うのはこれだけです。麺の形。まず今から作る型のポイントをお伝えします。はい、こんな感じですね。ポイント1、麺だれが前を向いていること。ポイント2、つきだれの横が開きすぎないこと。後で出てくるので覚えておきましょう。ではやっていきましょう。工程は3つです。1、結ぶ。2、輪ゴムをつける。3、微調整。1つずつ説明していきましょう。まず麺紐を結んでいきます。この結ぶ位置が非常に重要です。結び目が低いとこのように麺だれが前を向かずにつきだれの横が開いてしまいます。結び目は高くても目の後ろと言われます。形をつけるときにはその位置を意識してみてください。僕は高すぎるのもあんまり好きじゃないので、実際使うときは目の少し下ぐらいの意識で結んでいます。豆知識ですが、後頭部を床に打ちつけてしまうような転び方をした際、結び目が頭と床の間にあるとクッションの役割を果たすことから目の後ろに結び目が来ることが推奨されているようです。でもなんか結び目って硬いし、石ころ挟まったみたいでどちらにしても痛そうだよね。続いて輪ゴムをつけていきましょう。このように両方の麺だれが前を向くように、つきだれの横が開かないように輪ゴムで固定していきます。2本ぐらい使うといい感じにできます。最後はお好みの程度に微調整してください。がっつり形をつけたい方はこんな感じ、ナチュラルにしたい方はこんな感じとかね。このまま1ヶ月放置とか寂しいことしなくて大丈夫です。練習で使う。練習が終わったらこのようにセットして乾かしておく。この繰り返しで結構型がついてきます。そもそも麺だれが柔らかすぎて形がつかないという方も、結び目の位置を変えるだけで麺だれが少し前を向いてかっこよくなるので、ぜひやってみてください。タレの形では今から作る型のポイントをお伝えします。はい、こんな感じですね。ポイント1、左右の大だれの面が前から見えること。ポイント2、真ん中の大だれに形をつけること。ポイント3、左右の小だれにもちょっと形をつけること。前から見たとき、富士山のように形作れるとかっこいいと聞いたことがあります。工程は2つ。1、輪ゴムをつける。2、手で癖をつける。1つずつ説明していきましょう。まず左右の大きいタレから巻いていきます。
輪ゴムをつけます。面もそうですが、防具は分厚くて戻ろうとする力も強いので、少し強めに形をつけて大丈夫です。続いて真ん中。このように三つ折りにします。輪ゴムで固定します。最後に小さいタレをこのように少し曲がるぐらいに置いておきます。このまま置いておきましょう。面と同じように使う時に外して帰ってきたらこのように固定で大丈夫です。ある程度形が馴染んだらもうやらなくて大丈夫です。輪ゴムを外した後、ちょうどいい曲がり具合に調整します。練習前や練習中にも手で癖をつけていきましょう。両サイドは上の方から曲げていきます。真ん中は一つ目の折り目を三角に折るのが個人的に好きです。完成形。いつも意識して鏡を見て手で形をつけていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。道具を大切にしなさいなんて言われたりしますよね。剣道以外でも超一流選手は道具をとっても大事に扱うなんてことも。なんでだと思いますか？僕が一番そうだなと思う理由はこうです。道具を使う競技では道具は体の一部のように扱えるといい。シンクロ率 100% ってなんかでありましたよね。剣道で言えば道着、袴、面、小手、胴、タレ、竹刀、これらがどんな触り心地で、どんな重さで、どんな長さで、身につけた時にどこまであるのかがわかる。動かすためにどのくらい力が必要かわかる。こういう感覚があった方がいいか、全くなくていいかを考えると、あった方がいいと思ったんです。そのために日々、できるだけ大切にかっこよく使ってあげて、防具や竹刀に触れる機会を多くして、その道具のことを理解しようとすることが大事なんだと思います。道具を大切に扱うことと強くなることって関係あるの？って思う人もいると思います。超一流選手って道具を大切にするということがどういうことかを理解し、そういうところまでこだわることができる実行力と思考力があるから超一流と言われる立場まで上り詰めたんじゃないかななんて僕は思いますね。自分の竹刀や防具、自分が世界で一番大切にしてあげましょう。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。